2022年11月16日から30日までのヤギ座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。11月16日から30日までのヤギ座さんのリーディングを行います。今回タロットカードがすべてカップなんですけれども、カップの2とカップのドーター、カップのページ、そしてカップの10が出ております。この組み合わせから言うと、家族になる人、あなたのソウルメイト、ソウルファミリーと出会っていく、もしくはすでに出会われている方の場合は、その方と家族になる、もうその方と家族の場合は、その愛が深まっていく、その愛する人に出会う、愛する人との愛が深まることによって、あなたの心がとても癒されて、そして深い愛で満たされていく。こちらに鳥の巣のカードも出ておりますので、その出会いを、その愛の深まりを、ご家族の人が祝福してくれる。あとはこの時期、この鳥の巣、愛の巣の環境が整っていく感じがするので、それはその方と出会うことで、どこにいてもどの環境でも、あなたの理想の愛の巣の環境になるということでもあると思うんですけれども、あなたの柔らかい感性を表に表しても傷つくことのない環境、そのあなたの感性の豊かさを活かせるような環境、それはご家族もしくはご家族になっていく人が協力してくれる可能性がとても高いと思います。この時期はあなたの感性の豊かさというのが今年一番ぐらいに際立っている時、こちらに光の柱というカードも出ておりますが、この天から降り注いでくる光からとても豊かなインスピレーションを受け取っていく。その受け取る場所というのが、この鳥の巣の環境、あなたのお家の環境、もしくはお家のようにくつろげるお仕事場での環境。その環境というのは、建物やインテリアなどの環境だけではなく、もちろん人間関係も含まれているんですけれども、このあなたの感性の豊かさを発揮するのにベストな環境になってるんだと思います。そしてその環境を整えてくれているのが、あなたのソウルメイト、ソウルファミリーにあたる方だと思うんですけれども、その方とは恋愛や結婚に発展する可能性がとても高いと思うんですが、恋愛対象にならない方の場合も、例えばお友達としてこれからずっと付き合っていく、お仕事仲間として一緒に協力して何かを作り上げていく、そういう人たちとの出会いがある、もしくはそういう人たちと関係を深めていく。あと、この鳥の巣のカードには卵が描かれてますけれども、この時期、子宝に恵まれる方もいるのかなって思ったんですが、それはご本人にお子さんができる場合もあれば、ご家族にお子さんができる、お孫さんができる、そういうように家族が増えるタイミングになる方もいると思います。そしてこの卵というのは、あなたが何かを生み出していくというイメージが強いので、例えばお仕事を生み出す、作品を生み出す、自分から生み出したアイデアが誰かを助けていく。誰かの心を満たしていく。そしてあなたの心も満たされていく。そういうような経験をする方もいると思います。このあなたの感性の豊かさが、この時の出会いや、この時深まっていく関係に刺激されて、
誰かの心を満たしていくようなものを生み出していく。それもこの安心できる環境で、ふと思いつくんですね。悩みに悩んで考えに考えて生み出すというよりも、安心できる環境でリラックスして、周りの人と会話を楽しみながら、くつろいでいるような時に、ふと浮かんでいくようなもの。それで、この時浮かぶアイデアというのが、すぐに契約に結びついていったりとか、あなたの安定した収入につながっていく。あなたの心を満たして、そして誰かの心も満たしていくというようなものが、お金を生んでいく。それで、このカップのドーターも出ていますので、芸術的なこと、クリエイティブなことを趣味やお仕事にされている方の場合は、あなたのアイデアがすぐに形になる。そしてそれをすぐに評価してくれる人が周りにいる。その場合、この時出会っていくソウルメイトというのは、あなたの才能を文字通り買ってくれる人。ただ褒められるだけではなく、それがお仕事に契約にすぐにつながっていくと思います。そして恋愛で言うと、この時はソウルメイトとの出会いがあると思うんですけれども、すぐにご家族になっていくような人ですので、障害は全くないと思いますし、あなたもお相手も出会った瞬間に、お互いソウルメイトだって気づく。今回このカップのページがカップのドーターなので、この時期出会ってすぐにお付き合いが始まる方の場合は、女性の方が年下の可能性がとても高いと思います。それでこの時期、一点だけ注意していただきたいのが、前回のリーディングの内容からもつながっているんですが、こちらに羊のカードが出ておりまして、頑固で攻撃的な人に注意。あなたにその気はなくても、誰かからの攻撃の対象になってしまう。例えば、八つ当たりをされてしまったりとか、怒りの矛先を探している人の格好のターゲットになってしまいかねないと言われていまして、というのも、この感性の豊かさもそうなんですが、あなたの優しさが表に現れていて、この人なら何を言っても大丈夫だとか、何を言っても怒られないとか、そういうふうに思われがちなゆえに、そういう怒りの矛先を向けられてしまうという可能性があるんじゃないかなって思うんですけれども、この感性の豊かさというのは、そういう攻撃にものすごく弱くて、この頑固で攻撃的な人からしたら、ちょっと大声を出しただけとか、ちょっと注意しただけというような、この人にとっては大したことがない行為でも、あなたにとっては、この豊かな感性に蓋をして閉じこもってしまうというぐらい、かなり辛いことですし、蓋をして閉じこもってしまうと、大切なソウルメイト、ソウルファミリーに出会う可能性が閉ざされてしまう。そして大切なインスピレーションを受け取れない。ですので、一番のおすすめは、この鳥の巣の環境、あなたが安らげる環境、あなたを守ってくれる環境、そういう環境に身を置く。そうすると、あなたを守ってくれている人たちが、この人を蹴散らしてくれたりとか、たとえ傷つくことがあったとしても、あなたのソウルメイトが、ソウルファミリーが、あなたの傷を癒してくれる。ですので、誰かに怒られたりとか、八つ当たりをされたりとか、嫌な思いをして、自分の心を、エネルギーを閉ざしそうになったときは、この素の環境に戻る。できれば常に、このあなたを守る素の環境にいるというのがとてもおすすめです。この時は、このあなた自身をこの卵のように扱って、自分で自分を外敵から守る。自分で自分の才能を、愛を、感性の豊かさを温めて育てていく。それができる環境にいるし、そういう環境で一緒に愛を育てていく人と出会うタイミングでもある。その愛は、もちろんあなたにとってとても大切なものでもあるんですが、そのあなたのソウルメイト、ソウルファミリーにとっても、あなたのご家族にとっても、そしてあなたが何かを生み出して、そこから愛を受け取っていく人たちにとっても、とても重要なもの。
この愛で救われていく人がとても多いんじゃないかなって思います。なので、あなたのためだけではなく、その人たちのためにも、外敵から身を守る、そして自分の愛を、感性を温めて育てていくことに集中をする。こちらにアズライトのカードも出ておりまして、ただの集中よりもさらに、レーザー光線のように集中してくださいって言われています。この時のあなたの感受性の豊かさ、優しさというのは、この怒りに満ちている人、イライラしている人をなだめるために使っていくというよりも、この卵のような存在や感覚を温めて育んでいくために使っていく。集中する箇所を間違えないというのがとても重要って言われています。それぐらい、この時育てていく卵というのは、あなたにとっても、あなたの周りの人たちにとっても、そしてその卵のその後を将来受け取る人たちにとってもとても重要なもの。あなたしか受け取れないインスピレーションという感じがするので、新しさにも満ちているもの。ですので、集中する箇所を間違えずに、あなたの感性の豊かさや優しさを最大限活かしながら、あなたのソウルメイトやソウルファミリーと一緒に、この安心できる環境で、この愛や豊かさを生み出していく卵を見つけてもしくは生み出して大切に育てていただきたいなと思いました。それでは11月16日から30日までのヤギ座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。